はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。はい、今日はですね、いきなりね、とあるね、僕の生徒さんから来たね、メールからね、読み上げるところからいきましょう。はい、じゃあね、いきなりですけど、メール読みます。はい、旦那がそんなに修理出すなら、新しい楽器買ったら30万でもっていうので、この勢いなら旦那の許可が下りるかも。うん。でも、今の柳沢の楽器、30年前購入くらいですけど、メンテすれば持ちます。または、本当に新しいのを購入の方が、今後はいいですかね。うん。っていうね、メールが来たんですよね。うん。で、僕のね、返答がね、はははって感じでね。うん。新しい楽器ね。これも正解がない分野の話だよね。これも動画のネタになるね。正解から言っちゃうと、よっぽど超スーパーウルトラ良い音のサックスに出会ったら買い替えも良いだろうけど、まあそれ以外は購入必要ないかな。これも動画にするよ。うん。っていうね、この、まあ LINE ね、やりとりだったんですけれどもね。今日はね、この件についてね、ちょっと語っていきたいんですね。そのね、皆さんね、何度も何度もね、楽器演奏してる方だったらね、他の楽器買ってみようかなとかね、迷ったりね、まあもしくはね、メンテナンスね、もしくはオーバーホールして、楽器をね、きれいにリペアしていって、同じ楽器を使い続けていくかとかね、そのあたりについてね、すごく考えたことがね、もう全員あると思うんですよね。うん。で、今日はね、それのことについてね、僕なりのね、意見をね、ちょっと語っていきたいと思います。うん。で、このメールなんですけれども、僕がね、もうすでにもう10年以上ね、教えてるね、生徒さんなんですけれどもね、楽器の演奏自体は、その20年、おそらくもう20年以上サックスをやっている、生徒さんですね。で、もともとはね、吹奏楽から始めて、で、僕がジャズを教え始めて、もう今ではね、もうじゃあバリバリね、ライブとかで、ジャズを演奏している方なんですね。うん、で、そんなね、経験が長い方、20年もね、経験がある方でもやっぱり、迷うというのはね、すっごい理解ができるんですよね。うん。うん。でね、僕はね、過去にね、楽器の思想ですね、試し吹きをね、少なく見積もって1000本以上実はやってるんですよ。うん。サックスを職業にしてからというものですね。楽器選定っていうのがありまして、楽器を選んであげる。仕事があるんですけれども、まあ、それおそらくもう20年以上やってるんですけれども、少ない時で1本楽器を選定する時に少なくとも5、6本を弾くんですよ。うん。で、多い時にはね、1回で20本ぐらいね、試奏することがあるので、もうどう少なく見積もってもね、1000本以上は、過去にね、弾いてきました。うん。で、そこでいろいろな楽器に出会ったりするじゃないですか。こういう楽器、こういう楽器、いろんなね、まあ、ブランド、メーカーがあったりして、いろんな機種、もう、隅から隅までね、僕、弾いてきたんですけれども、まあ、その経験をもとに、今日はね、語っていきたいと思います。で、いきなりなんですけれども、もう大前提、最重要ポイントからまずは行きましょう。このね、新しい楽器とか、リペア云々っていうのと全く関係ないんですよ。うん。リペアとか、もしくは新しい楽器欲しいなと思った方々は、僕のおすすめは、その前にマウスピース。マウスピースをもうひたすら、実験していろんなものを試したことがありますかっていうことなんですよね。うん。まあ、この件についてはね、また後で語るんですけれども、まず最重要なのが、本体でも何でもなくてですね、マウスピースです。はい。なので、これね、ちょっと後で語りましょう。うん。じゃあまずはね、新品を購入する、まあもしくは中古でもいいんですけれども、まあ新しくね、楽器をね、購入する利点についてね、考えたいんですけれども、おそらくね、1個しか利点はないんですよね。何の利点かというと、新しい音色とかね、まあもしくは今の楽器とは違うレスポンスの、楽器に出会うことができると。まあ簡単に言っちゃうと、おそらくそれだけなんですよね。うん。で、ここでね、新品を購入するときのちょっとしたコツなんですけれどもね、新品購入するときって試し吹きするじゃないですか。うん。で、試し吹きするときにですね、何を確かめてほしいかというと、音色を確かめてほしいんですよね。その機能云々じゃないんですよ。なぜかっていうと、多くの人が試し吹きしたんだけど、多くの人がね、低音の方がちょっと出づらかったですっていう意見がなぜか知らないけど、めちゃくちゃ多いんですね。うん。でもね、これって、仮に新品が楽器店に置いてあって、それを試し吹きするじゃないですか。その時にね、
まだ調整がうまくできてない楽器が置いてあることが結構あるんですよね。なので、低音が出ないなとか思ったらですね、その場でお店の人にすいません、ちょっと低音出づらいんですけれども、調整することは可能ですかって言うとですね、結構すぐ調整してくれるんですよね。そこにいるリペアマンがですね。なので、それでもう一回試してみるっていうのがね、これあんまりね、皆さん多分おそらく知られてないので、もしね、新品購入する時の注意点としては、その場で調整をしてもらうというのが非常に重要です。なので、機能を確かめるよりも、まず楽器の音色を確かめる。音色って変わることができないので、その場で。なので、その楽器の持つ本物の音色を好きか嫌いかで選んでいくっていうのが、もう最大のポイントですね。じゃあ次にですね、新品を購入せずに、リペアをしたり、オーバーホールをね、したりする利点についてね、ちょっと考えたいんですよね。物理面で言うとですね、何が、得かというとですね、もう一本の楽器に集中してですね、その楽器の特性、それから楽器の機能ですね、とかそういった、物理面の知識を増やしていくことができるんですよね。なので、その一本の楽器だけに集中すると、もうすごい細かい部分まで知識を増やす、自分で知識を増やすことができるので、そういうのが、そのリペアとかの、利点になると思います。それでね、一本の楽器を使い続けてるとね、愛着が湧くとかね、いろいろあると思うんですけれども、そういう精神面ね、語ってもしょうがないので、今日はね、語らないことにしますと。それでリペアとかオーバーホールしてもらう時のコツなんですけれども、リペアマンにね、自分はどうしたいかっていうのを伝えてください。もしくは現状をしっかり伝えるんですね。例えば、ここのね、なんか F シャープのところが出ないんですけれど、他の音に比べてちょっと出づらいんですけどとか、ちょっと高音が詰まりがちなんですけどとか、もしくはその低音が出づらいんですけれどみたいなのね、細かければ細かいほどリペアマンもその何を求めているかがすごいわかるので、ぜひね、細かくね、伝えてあげてください。それでね、もう一つコツはね、リペアが終了した後ですね、こう受け取るじゃないですか。受け取った時に必ず思想をしてください。その場で。その場で思想をしてですね、弾いてみて、何か自分が思ったものと違うとか、まだちょっとここ出づらいなとか、こういう不具合があるなと思ったら、その場で伝えてください。そしたら、多くの方がその場でこう、もう一回調整をしてくれるので、これね、非常に重要です。受け取ってね、1ヶ月も2ヶ月もした後にね、やっぱ出ませんって言ってもね、それはやっぱりね、1ヶ月経ってるから別料金になっちゃいますみたいなことになりうるのでね、そこね、注意してください。あとはね、オーバーホールやるときなんですけれども、サックスで言うとね、このタンポね、がいろんな種類があるんですよね。例えばそのメーカーのね、その純正のタンポなのか、もしくはね、他のブランドのちょっとね、安い、タイプの、タンポだったり、いろんなのがあるので、リペアマンと相談して、どういう種類のね、タンポを、付け直すのかっていうのをですね、相談してから決めるのもポイントです。はい。はい、じゃあいよいよね、分析をしていきたいと思うんですけれどもね、まずね、新品購入のことについてね、考えたいんですよね。で、なんでまず、新品を購入したいかっていう理由からなんですけれども、おそらくこういうことが考えられるんですよ。例えば最新の機種だったり、上位機種、がね、現在使用しているサックスよりも、いろいろな面において優れているという理想論、憧れ、それから、目標、例えば誰々さんからが、弾いてると同期種のものをね、弾いてみたいとかいう、そういうものがね、おそらく理由として挙げられるんですよね。なんだけど、僕、過去にね、その1000本以上思想してきたって言いましたけれども、その経験から言わせていただくとですね、その楽器本体の値段とか、それからそのグレード、その高いグレード、低いグレードありますけれど、それと音色っていうのはですね、こう言っちゃうのはなんですけど、ほぼほぼ無関係だと思って問題がないと思います。
じゃあ極論ね、1本100万するサックスとね、1本20万円で買えるサックスをこう並べて弾くじゃないですか。それでじゃあ100万するものがね、100万円分の価値がある音色がするのか、もしくはその100万する楽器の方が自分が好きかっていうのはですね、もうほぼ無関係です。これね、ちょっとね、面白いと思うんですけれども、でね、まあ、もちろんね、機種やね、グレードによってね、確かにね、音色の指向性とかはね、まあ、変わるは変わるんですよ。うん。まあ、変わるんですけれどもね、そもそも一本一本の持つ音色がサックスって違いすぎて、ね、例えば同機種の同グレードでもですね、もう2本並べるともう別の楽器なんですよ。もう異なりすぎるんですね。なので、まずは値段ではないという部分。まずそこをね、頭に入れとくといいと思いますよ。で、もう一つ言えることがね、そのね、じゃあ、こういった音色の楽器が欲しいって言って楽器屋さんに選びに行くじゃないですか。選びに行った時に、こう弾いてみてね。じゃあ、例えば10本試奏するじゃないですか。10本試奏した中で、あ、これだ。これがいい音色だ。って思うじゃないですか。それでそれを買うじゃないですか。買った後数年後、また10本試し吹きしに行くんですよ。そしたらおそらくその10本の中に今よりも好きなものがあるはずなんですね。でもそれを続けてると、まあ、その言ってみりゃお金持ちだったらいいですよ。ね、買いたいだけ楽器買って、ね、その中で一番いいのをね、っていうのを、ができると思うんですけど、まあ残念ながらね、まあ、僕も含めてね、そのお金持ちではないのでね、そんなね、ポイ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 とね、楽器を買うことはできないと。いうことで、結局楽器を選ぶのって、その時の、もうその時にあった、その時並んでる楽器の、その中で一番いい楽器、もしくは2日3日ね、かけて選んで、ね、出会った唯一の楽器、それを買うしかもう、もはや方法はないんですよね。なんかそれがもうベストであって、それ以外の方法ってもちろんないじゃないですか。なのでね、音色、この音色がとか、この音色が好きだ、この音色が好きだって言ってたら、おそらくキリがないんですよね。そこがね、結構この楽器新品を買うっていうことのね、難しさでもあるんですよね。それでオーバーホールとかメンテナンスして同じ楽器を使い続けることの考察なんですけれどもね、この楽器っていうのは、まあね、サックスってそんなに歴史は長くないじゃないですか。でもね、100年前の楽器がね、今でも使えたりするんですけれども、要は、じゃあ100年前の機種と今の機種を比べて、機能性はどうなっているかということを考えるんですね。その機能は、100年後の今の方がいいかっていうと、まあ、僕の経験から言うと、そんなことはないんですよ。若干はね、あるんですけれども、もはやね、サックスって、もうこれ以上、改善の余地がない部分、ないぐらいまでね、もう完璧になってるんですね。なので、仮に100年前のね、楽器であっても、メンテナンスさえしっかりしてれば、もう普通に弾けるんですね。ちゃんと弾けると。いうことなので、その新しい機種、ね、最新の機種を買ったからといって長持ちするわけでもないし、音のリスポンスが速いわけでもないし、なんて言うんだろうな。なので、新しい機種、最新の機種っていうのが、昔の機種より優れてる機能的に、っていうのは僕は間違えた、見解だと思ってます。例えば僕ね、バリトンサックス60年ぐらい前のバリトンを使ってるんですけども、全く問題ないです。何の問題もないです。はい。ちなみにこの柳沢アルトなんですけれども、これね、35年ぐらい前、新品で購入したもので、まあね、オーバーホール何回もやってるんですけれども、何の問題もないです。なので、一番初めね、僕の生徒さんからね、あったメールの中で、使い続けられますかという質問に対する答えは、もう余裕で使えます。まだね、30年ぐらいなんで、全然もう何の不具合もありません。ただ、過去の事例で見たことがあるのが、経年劣化っていうのかな、どんどん金属が疲労してきちゃって、とある方なんかね、ここがもう折れてしまったとか、破損してしまったっていうのも、あります。
ただね、その新しいパーツ、もしくはその、ね、パーツ取りが難しい時代だったらあれかもしれないんですけれども、まあね、リペアマンに任せればね、何かいい、仮に破損したとしても、いい案をね、必ずくれると思うので、仮に破損してもね、もちろんリペアして使い続けることはできますと。でね、一番初めに話した最重要ポイントに戻るんですけれども、楽器本体云々を語る前に、マウスピースをどこまで研究したかというのが僕の中ではもう超最重要ポイントなんですね。新しい楽器を買えば、もちろん、本体の音色は変わります。もうガラッと変わります。なんだけれども、マウスピースっていうのを変えただけでも、違う楽器を使ってるかのように音色が変わります。それから、さっき話したその、機能性の問題ですね。例えば低音が出づらいとか、高音の例えばね、フラジオが出づらいとかいうのが、本体のせいにしてしまってる人が結構多いんですよ。違います。こっちです。マウスピースがかなりのその役割を、ね、担っているわけなんですね。なので、そのマウスピースを変えた瞬間に、低音が出やすくなったとかね、フラジオが出やすくなったっていうのはもう当たり前の話なので、本体を見直す前に、こっちを見直した方がいいと僕はもう何回も何回ももう生徒さんにもうみんなに言ってるんですけれども、でそれでね、なぜかというと値段も安いじゃないですか。本体がね、20万、30万、40万するのに、これ数万で買えますからね。なので、何個も何個も試してみてですね、いいマウスピースに出会う方が、新しいものを買うよりも、まず経済的にもですね、もちろんいいということですね。はい、じゃあね、結論を言ってみましょう。まず結論その1ですね。新しい楽器がどうしても購入したい場合ですね。じゃあ、購入する前に、やはりマウスピースね、それからリードの組み合わせ、これを見直してみるところから始めると。で、それで、1本だけのね、楽器に集中して、何年も何年も同じセッティングで、完璧なセッティングで、この楽器に対する知識を増やす。その後に、こうい本体の違う音色のね、本体を買うっていうのが一番ね、僕ね、スマートなね、その新品の楽器の購入の仕方だと思いますと。はい。で、先ほども出てきましたけど、新しい楽器を購入するのであれば、機能性ではなくて、音色の観点で選ぶのがいいのではないかという話。はい。じゃあ結論その2ですね。オーバーホール、もしくはリペアをする場合なんですけれども、オーバーホールとか出すときには、必ずね、自分の使っているマウスピースもね、そのリペアマンのところに持参してですね、追い込んで、もらいたい箇所、もしくはね、ちょっと不具合がある箇所、自分が好きな音色みたいなのを必ず伝えてください。それでね、担保ね、もし担保交換するんだったら、担保をどうするかをしっかりと事前に話し合ってから決めるということでございます。じゃあね、おまけなんですけれどもね、一点面白いのがあってね、リペアマンからね、様々なね、知識をね、得てください。会話の中から。で、こういう場合はどうなのかとかね、こういう場合はどうなのか、ここはどうなのかっていうのを、自分で研究しきれない部分っていうのはですね、リペアマンがね、その専門家なので、リペアマンから知識をたくさん得ましょうと。でね、もちろんね、楽器っていうのはね、100% 物理学なので、自分で研究する必要があるんですよ。で、隅々までね、観察してください。この機能はどうなってんだろうとか、ここはどうなってんだろう、ここはみたいなのを、もうね、凝視しながらね、メカニズムをね、観察していってください。で、そしたらね、そのうちね、どこに不具合があるのかっていうのがね、なんか分かってくるんですよ。今だったらね、ネットで調べてもね、いろんな情報が出てくるので、いいと思いますと。そしたら、新しい楽器をね、買ってみようと思っている人は、いいねボタン。ね、リペア持っていこうかなと思っている人は、チャンネル登録ね。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。